今回はね、アフリカ像を描きたいと思います。まず基本形はこんな下向きの大きな三角形です。その逆三角形の真ん中にゾウさんの特徴である長い鼻や牙を描きます。さてね、形が描けたところで空を塗りましょう。今日のアフリカの空は夕焼けですね。だから黄色い色がベースになりますね。こんな風にね、雰囲気を出すととっても絵は面白くなるんですね。それでは、低い位置に設定したサバンナの地面と、そしてゾウさんの全体にね、暗めの紫を塗ります。そしてゾウさんのシルエットをまず作りましょうね。ここがやっぱり絵では一番大事なところですね。そのサバンナに、少しねグリーンを配置します。最初も言ったように今日のサバンナをね、とても低いところに設置してあるんですね。だから逆にゾウさんがとても大きく見えると思います。そしてサバンナに生えているね、この木をね、ちょっとパラパラって描きましょう。草むらは手前の方だけ描き込みます。こうすると地面がね、ずーっと奥行き感を持って見えてくるんですね。今度はゾウさんにアンバー系のね、暗い色を全体に重ね塗りします。もうここはね、もう躊躇なく色を重ねましょうね。実はね、これにはね、秘密があるんですよ。それはこれです。ね、こうやって今塗った絵の具を描き取ります。そうすると最初に塗った色がね、表面に出てきて、ゾウさんの皮膚や鼻のところのね、凸凹感が見えてくるんですね。いいでしょう？暗いとこをどんどん重ねていって、立体感や質感を描き込みます。ね、ゾウさんの顔がぐーっと手前に出てきましたね。この牙の描き込みも大事ですね。髪の白を残しながら、それはゾウさんのこの暗い足元を塗ることで表現できるんですよ。ね、色をどんどん重ねていきましょうね。牙が手前にね、反り返って出てきた感じです。そして円形の股でね、サバンの木々を少し描き込んで、ちょっと構図のね、変化をつけましょう。こんな感じです。そしてゾウさんの足元の影をしっかり描くと存在感が見えます。ちょっと不透明水彩でね、細部を描いて、さあ見えてきました。はい。ねえ、どうでしょう。これで今日のね、ゾウさん出来上がりです。はい。今回はアフリカ像を正面向きからね、描いてみました。ね、これはね、やっぱり、アフリカ像ね、サバンナの王者ですもんね。その堂々とした風格とね、威厳を表現したかったからですね。だから耳がわっとこう広がってますよね。そうすると基本形は逆三角形です。はい。いかがでしたか？これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。